古い缶。客の方が、私が一度も店先に出したことのない古い缶を名指しした。鳩場の隅に小さな靴磨き台を出して、私は一人でこの仕事を続けている。台は木製で、足が少しかしいでいる。椅子は一つきりで、踏み台も、道具箱も、すべて自分で買い揃えたものだ。船の出る時間帯で客の層が変わる。朝は急ぐ足しか来ない。磨いている間も新聞から目を離さない客が多く、会話らしい会話にはならない。夕方になると、逆に腰を落ち着けて長く座る客が増える。今日の出来事を誰にともなく話していく客もいる。私はそれをただ聞き、相槌を打ち、靴だけを見ている。艶出し材はいくつか使い分けている。革の色や天気や客の履きつぶし方によって選ぶ缶を変える。棚には10本近くの缶が並んでいるが、その奥にだけラベルの剥げた缶が一つ隠れるようにしまってある。仕入れた覚えのない缶だった。気づいた時にはそこにあり、深く考えずに棚の奥へ押しやったまま、何年も過ぎている。誰かに見せたことは一度もない。その日、初めて台の前に立った客が、腰を下ろすなり言った。それで、と、指先は迷いなく、棚の奥を指していた。私は一瞬、聞き違えたかと思って手を止めた。振り返ると、確かにそこに古い缶がある。客に見せたことも、値段を教えたこともない。棚の外からは、他の缶に隠れて見えないはずだった。なぜ知っているのか、尋ねる間もなく、客は目を閉じてしまった。まるで、これから起きることに興味がないというように。断る理由もなく、私はその缶で靴を磨いた。蓋を開けると、匂いは他のどの缶とも違って、ほとんどなかった。ハケを動かすたびに、革の色が沈んでいくように見えた。艶は、他のどの缶よりも深く、静かに出た。磨き終えて顔を上げると、客はすでに立ち上がる支度をしていた。満足げに靴先を見比べ、代金を台の端に置いて、振り返らずに去っていった。代金を置いたその指の爪に、黒い艶出し材が薄く入り込んでいるのが見えた。長年、同じ仕事をしてきた者の爪だった。同じことが、それきり一度だけ、また起きた。何日か経った夕方、別の客が同じ椅子に座り、同じ棚の同じ場所を、同じ迷いのなさで指した。私はその時も、深くは考えなかった。同業の者がひいきにしてくれているのだろう、とだけ思った。それ以後、客たちの注文はまた平凡な調子に戻り、あの缶を求める者は現れなくなった。棚の奥で、缶はまた静かに埃をかぶっていった。長く同じ場所に台を出していると、顔を覚える客も出てくる。挨拶を交わすだけの客もいれば、椅子に座るなり天気の話を始める客もいる。どの客も、決まった缶を、決まった言い方で注文した。いつものやつを、とか、少し濃いめに、という風に、何かしらの説明がついた。だからこそ、あの二人の客の言い方が、私の記憶にだけ引っかかっていた。何も説明しない注文というのは、この仕事では珍しい。私はその缶を、
客の靴にしか使わないことにしている。自分の靴に使ったことは一度もない。誰に教わったわけでもない。自分だけの決め事だった。几帳面な性分だと、自分では思っていた。鳩場の灯りが半分落ちる時刻になると、私は台の道具をしまい始める。使った刷毛を並べ、余った布を畳み、並んだ缶の蓋を一つずつ確かめる癖がある。何年も続けている。ただの習慣だった。船の汽笛が遠のき、待合所には海鳴りだけが響くようになる。この時間の鳩場が、私は嫌いではなかった。その晩、かがんで道具箱を覗いたとき、自分の靴のかかとが、思ったより減っているのに気づいた。長く突っ立っている仕事だから、無理もない。他の艶出し材を探したが、どれも底が見えかけていて、心もとなかった。買い足す店はとうに閉まっている時刻で、次の船まではもう長くない。手元に残っているのは、あの古い缶だけだった。自分の靴には使わない、と決めていたはずだった。だが他に手立てがなく、迷う時間もなかった。私はしゃがんだまま、自分の靴に、その缶を塗った。蓋を開けると、あの時と同じ、ほとんど匂いのない空気が立った。刷毛を動かすたびに、革の色が深く沈んでいくのがわかった。誰かに見られているような気はしたが、待合所にはもう人影がなく、振り返っても仕方がなかった。塗り終えて立ち上がり、かかとの具合を確かめようと、つま先で床を叩こうとした。つま先は浮いたままで、かかとの下にあるのは、タイの板ではなく、踏み台の縁だった。足音が近づいてきた。タイの奥、道具箱のある側からだった。膝を折る音がして、誰かが私の足元にしゃがみ込んだ。手が伸び、私の靴に触れた。伸びたその指の爪に、黒い艶出し材が薄く入り込んでいるのが見えた。棚の奥を、私の指先がまっすぐ指していた。動かした覚えはなかった。それで、と私の口が言った。声にした覚えもなかった。しゃがんだ相手は、何も聞き返さず、缶に手を伸ばした。